はきのこの和風パスタを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、きのこの和風パスタを作っていきたいと思います。今回はしめじと舞茸を使って美味しいパスタに仕上げていきたいと思います。さらにですね、このパスタはフライパン一つで簡単に作ることができます。材料手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに調味料以外の材料をご紹介します。材料はこちらです。パスタ、しめじ、舞茸、ベーコン、にんにく、小ネギ、こちらの材料を使って作っていきます。まずきのこなんですが、今回はしめじと舞茸を使います。こちらのきのこはお好みのものを使っていただいて OK です。2つでね、だいたい 100g から 120g ぐらいを目安に入れてみてください。今回2種類なんですが、3種類などにしていただいても大丈夫です。そしてベーコンですね。こちらはベーシックなね、スライスベーコンを使います。お好みで厚切りベーコンを使っていただいても大丈夫です。そして使うパスタですね。今回はベーシックな 1.6mm のパスタを使います。このパスタはお好みのものを使っていただいて OK です。ただですね、このように表面がね、つるっとしたパスタを使うようにしてください。それでは続いて調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。オリーブオイル、お醤油、みりん、お砂糖、塩、有塩バター、顆粒のだしの素、お水、味付けはこちらの材料を使って作っていきます。まずですね、今回和風ということで顆粒のだしの素を使います。こちらはかつおだしです。お好みでちょっとね、和風と洋風を掛け合わせた感じにしたい場合は顆粒のコンソメを使っていただいても OK です。あとはですね、最後にバターを入れていきます。このバターを加えることでとてもまろやかな仕上がりになります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにトッピングの小ネギを切ります。根元を切り落として、そして半分に切ります。また半分に切って、あとは切り口を揃えて、そして小口切りにしてください。今回はね、小ネギにしてるんですが、お好みで大葉などを添えていただいても美味しいので、このトッピングはお好みでやってみてください。はい、小ネギはこれで OK です。このように切っておいてください。それでは続いてしめじを切ります。まずね、根元を切り落とします。そして手でほぐしましょう。しめじはこのようにね、手でほぐしておいてください。続いて舞茸です。舞茸もね、少し切り落として、あとは同じように手でほぐしてください。舞茸はこれで OK です。それでは続いてニンニクを切ります。ニンニクはまず縦半分に切って、そしてニンニクの芽を取り除いてください。こちらはね、えぐみの原因だったり、あとは焦げやすい部分になるので必ず取り除いてください。そしてあとはこちらをみじん切りにしていきます。はい、ニンニクはこのようにみじん切りにします。それでは続いてベーコンです。ベーコンはね、1センチ幅に切っていきましょう。あとはね、適当にパラつかせておきます。ベーコンはこれで OK です。ではフライパンで作っていきます。そうしましたらこの中にまずオリーブオイルを入れて、そしてここにニンニクを入れます。これで一度火にかけましょう。火加減は中火です。このままニンニクがじゅわじゅわっとして香りが出てくるまで加熱していきます。これでね、オリーブオイルにニンニクの香りを移しましょう。このようにね、フライパンを傾けて油を溜めてやっていただくとやりやすいと思います。ただですね、この時コンロの火がね、フライパンの外に出ないようにだけ注意してください。はい、でこんな感じでね、全体がじゅわじゅわっとしてニンニクの香りが出てくれば OK です。そしたら続いてここにベーコンを入れます。そしてまずね、ベーコンを炒めます。ベーコンはね、ほぐしながら炒めてください。ちょっとね、油跳ねしやすいのでやけどしないようにだけ注意してください。火加減はね、そのまま中火で OK です。ちょっとね、こんな感じでベーコンの油の部分がくびれてきたら、ここにきのこを入れます。そして炒めましょう。まずね、きのこにね、油を回します。塩をね、ちょっと一振りします。
だいたいね1分ちょっとですね。そのぐらいきのこを炒めたら OK です。ちょっときのこにも焼き色がつくかなというぐらいですね。そのぐらいまで炒めます。そしたら続いてここにお水を入れてください。そしてここにお砂糖も加えます。あとはねだしの素も入れてください。これでね一度沸騰させます。はい、グツグツ沸騰しました。沸騰したらここにパスタを入れます。もしねフライパンが小さい場合はパスタを入れにくいと思うので、その場合はパスタを半分に折って入れていただいても OK です。それではね広げて入れていきます。そしてパスタ全体をねこのお湯に浸してください。全体が浸かるようにねこのようにちょっとずらしながらね入れてください。そしたらですねこのまま袋に記載されている時間通り茹でていきます。だいたいこのぐらいのクツクツ加減をキープしながら茹でてください。もしね茹で上がる前に水分がなくなってしまった時は少しお水を追加して茹でてください。はい、で茹でてる最中なんですが、このままね動かさずに茹でているとパスタ同士がくっつきやすいので、このように時折ねほぐしながら茹でるようにしてください。はい、今ね茹で時間通り加熱しました。ちょうどいい感じにね水分が飛んでます。そしたら最後仕上げですね。ここに醤油とあとはバター、そして塩1つまみですね。これでしっかり混ぜてください。だいたいね30秒から1分ぐらいですね。しっかり絡めます。これで全体がなじめば OK です。それではお皿に盛り付けたいと思います。はい、これできのこの和風パスタの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり味もなじんで美味しそうに仕上がってます。最後は上に小ネギをかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。パスタにきのこの旨味が染み込んでてすごく美味しいです。もうパスタの麺自体がねかなり美味しいですね。きのこの風味が最高です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のきのこの和風パスタのポイントです。まずきのこの種類なんですが、今回私はしめじと舞茸を使ってます。このきのこの種類に関しましてはお好みのものを使っていただいて OK です。あとはね今回私は2種類使ってますが、こちらを3種類にしていただいても OK です。トータルでだいたいね100から 120g にしていただくといいかなと思います。そしてパスタの種類なんですが、今回は 1.6mm の7分茹でのパスタを使用してます。一番ねベーシックなパスタだと思うんですけれども、このパスタはですね表面がつるっとしたものを使うようにしてください。太さはお好みのものを使用していただいて OK です。ザラザラしてるものだとねちょっとね仕上がりがべちゃっとしやすいので、必ずつるっとしたものを使用するようにしてください。そして具材の準備が終わったら、まずはじめにオリーブオイルの中にニンニクを加えて香りが出てくるまで加熱してください。そしてその後ベーコンとキノコを炒めて、キノコにある程度火が通ったらお水などを加えて、そしてその後パスタを加えて茹でるようにしてください。茹でてる最中なんですが、そのまま放置してしまうとパスタ同士がくっつきやすいので、時々ほぐしながら茹でるようにしてください。あとはですね、茹でてる最中にもしお水がかなり減ってしまった時は少し水分を足して茹でるようにしてください。そして袋に記載されている時間通り茹で終わったら、ほんの少しね火加減を強めてさっと炒めて、そして最後に醤油とバターを加えてしっかりパスタに絡めてください。バターを少し入れていただくとまろやかさと、あとはコクがアップして美味しく仕上がります。あとはお好みで小ネギなどをかけて召し上がってください。あとはですね、辛いのがお好きな方は唐辛子を入れていただいても OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はきのこの和風パスタを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。